か。皆さんこんにちは。안녕하세요。風花です。今回はキム・ヨヌさんのイビョル・テクシー、別れのタクシーという曲をカバーします。この曲もキム・ヨヌさんの代表的なバラード曲なのでご存知の方も多いと思います。2004年発表のキム・ヨヌさんの第2週アルバム恋人というアルバムに収録されている曲で、作詞がユン・ジョンシン先生、作曲がキム・スンジンさん、プロデュースがユ・ヒヨル先生ということでですね、私の大好きな方々が制作に関わっていて、さらにボーカルがキム・ヨヌさんですからね、もうこれは刺さらないわけがない一曲でございます。そして今月のテーマにしているユン・ジョンシン先生はこの曲の作詞を担当されているんですが、この曲も非常に描写が細かくて歌詞から映像が詳細に想像できる曲です。歌を聴いているんだけれども映画のワンシーンを見ているような感覚になる素晴らしい一曲なんですね。特にサビの部分の歌詞が印象的で、어디로 가야죠 아저씨、どこに行けばいいんですかねおじさんっていう言葉から始まるんですけれども、この曲の歌詞を受け取ったキム・ヨヌさんとユ・ヒヨル先生は、バラードの歌詞にアジョシ、おじさんっていうワードが入るのかっていうことにすごく驚いたそうなんですね。それだけ斬新な試みだったんですが、ユン・ジョンシン先生自身もこの曲の歌詞にはとても思い入れがあるようで、時々ねご自身でも歌われております。2013年のヘンポ歩みというアルバムの中にこの曲のセルフカバーが収録されていますので、ぜひねユン・ジョンシン先生のボーカルのバージョンも聴いてみてください。実は私は韓国でタクシーに乗った時に運転手さんにこの歌詞と全く同じ内容を実際に言ったことがあるんですよ。オディロカヤージョっていうワードですね。運転手さんどこに行けばいいんですかねっていう風に言ったことがあって、そしたら乗る前に決めろよっていう風に運転手さんに普通に怒られました。これ当たり前なんですけれどもね、これにはちょっと事情があったわけなんですよ。でこの時はソウルで学会があったんですね。でまた前回に引き続き学会の旅行での話で、この時はソウルだったんですけれども、日本を飛び立つ段階で飛行機がね大幅に遅れてしまったっていうトラブルがあったんですよ。で本来は7時くらいに現地に着いて夕食を食べに行く予定だったんですけれども、飛行機がね3時間以上遅れてしまって、ホテルに着いた時にはもうすでにね夜の12時ぐらいになっちゃってたんですね。でそれで行こうと思ってたお店の営業時間が全部終わってしまって、でさらにホテルの周辺のエリアのご飯屋さんもいろいろ歩いて探したんですけれども、もう全部営業終了になっちゃってて、もうご飯難民になってしまったんですよ。そしてでも24時間営業のご飯屋さんっていうのも結構ソウルはいっぱいあるので、そういうご飯屋さんのあるエリアまでとりあえずタクシーで出ようっていうことになって、ホテルの前に止まっていたタクシーに乗り込んだわけなんですよ。そして運転手さんにどこまで行きますかって聞かれて、本来その経緯を説明しなきゃいけないのに、とっさに口から出た韓国語がですね、オディローガヤージョどこに行けばいいんでしょうかっていう言葉で、運転手さんはいやいやもう乗る前に決めてから乗ってよっていうことになったわけなんですね。でもその後に、いや私たちはさっき日本から到着したんですけれども飛行機が遅れてしまって食事に行く予定だったお店がもう終わっちゃってたんですって、すごくお腹が空いてるんですけど何でも食べれるからとにかく食事ができるお店に連れて行ってくださいっていう風に説明したんですね。私の拙い韓国語で説明したら、運転手さんがそういうことか、今日本から来たんかって、それのんたんはどうかな、女子が美味しいお店連れてってあげるからっていう風に言って、ソルロンタンのお店に連れて行ってくれたんですね。でしかも運転手さんのおすすめの食べ方をねメモ用紙に書いてくれて、でこの紙をお店の人に渡したら美味しく食べられるからって言って、その注文できるように紙も書いてくれたんですね。
でソルロンタンっていうのは牛骨スープみたいな感じですかね。お肉も一緒に煮込まれてる場合もあるんですけれども、牛のスープのことで、夜遅い時間でもね、胃もたれせずに結構サラサラといただけて、とっても美味しかったんですね。でこの時のタクシーの運転手さんは高校時代に日本語を習っていたそうで、ソルロンタンのお店までの道中を日本語と韓国語を交えながらお話ししてくれてですね、めっちゃ優しい人だったんですね。最初は怒られたんですけどでこの時まだ私は韓国語の会話にちょっと苦手意識があったんですけれども、運転手さんが君の韓国語は十分伝わるよって言ってくれて、それが自信にもなったという出来事でした。なので私はこの曲を聴くとちょっとあの時のタクシーのアジョシを思い出してですね、実際の内容はとっても切ない曲なんですけれども、ちょっとほっこりした気持ちにもなる曲なんですね。では今日カバーする曲別れのタクシーの歌詞を紹介していきます。内容はですね、彼女と別れた日に雨の中をタクシーに乗り込んで、そして風景も心も大雨って感じですね。泣きながらその場を去っていく、そんな映像が浮かぶ歌詞でございます。ではまず A メロです。건너편에 네가 서두르게。 反対車線で君が急いで택시를 잡고 있어。 タクシーを捕まえている。익숙한 네 동네。 慣れた君の住む街。외치고 있는 너。 叫んでいる君という始まりなんですね。なんかここは若干ぼーっと見てるような感じを受けますね。別れてしまったそのショックに呆然として、世界にもやがかかってるような状態で、彼女がタクシーを捕まえようとしてるな、叫んでるなみたいな印象です。そして A メロがもう一回しあるんですけれども、次の歌詞が빨리 가고 싶니？ 急いで行きたいの？ 우리 헤어진 날에。 僕らが別れた日に。집으로 향하는 너。 家に向かう君を바라보는 것이見つめるのが마지막이야。 最後だという歌詞で、なんか若干最初の一回し目の A メロに比べて現実味が出てくるような感じです。もう別れてしまったからもう彼女の帰っていく姿をこうして見ることもないんだろうなっていう現実に気づいたようなね描写ですね。そして B メロの歌詞、내가 먼저 떠난다。 僕が先に去るよ。택시 뒷장을 적신。 タクシーの後ろの窓を濡らす。빗물 사이로。 雨水の間から널 봐야만 한다。 君を見ないといけない。마지막이라서。 最後だからというね歌詞なんですよ。ここの部分のね歌詞が私はとっても好きなんですけれども、このタクシーの描写とかが出てくるあたりで一気に情景が立体的になるような感覚を覚えますね。で先に去ろうとしてタクシーの後部座席に乗り込んで後ろを振り返っているというような状況ですね。で自分が先に去ろうとしても彼女をずっと見てるんですね。目が離せない。そして大雨で彼女の輪郭が滲んで、リアガラスがまたワイパーでクリアになってまた雨で滲んでっていうようなね、この彼女の姿を最後まで目に焼き付けようとするっていう B メロです。そして、歌詞にはないんですけど、このタイミングで多分運転手さんにどこに行きますかっていう風に聞かれるわけですよ。そしてサビの歌詞、어디로 가야 하죠? 아저씨。 どこに行ったらいいですかねおじさん。우는 손님이 처음인가요? 泣いているお客さんは初めてですか？ 달리면 어디가 나오죠? 走ったらどこに着くでしょうか？ 비석을雨の中をというサビの歌詞なんですね。でも彼女と別れて自分はどこに行けばいいんだろうか、どう生きればいいんだろうかみたいな感じですよね。大きな悲しみの中で自分を見失いそうになっている様子が表現されています。で、어디로 가야 하죠？ どこに行けばいいんでしょうかっていうのは実際に言うと怒られますので、これは注意していただきたいんですが、やはりここでアジョシーとおじさんという言葉が出てくることで、タクシーの中に2人の人間がいる様子っていうのが明確に想像できるわけですよね。で、失恋の曲で登場人物が3人の時っていうのは大抵
って新しい彼氏とか新しい彼女とかが出てくる場合が多いと思うんですが、この曲はね、その2人の人間関係には直接関係のない女子おじさんが出てくることで、その歌詞の世界がすごく立体的に感じるんですよね。自分がどれだけ悲しくてもそれとは無関係に世界は同じペースで淡々と進んでいってるっていうことが現実にあるじゃないですか。そういった自分の悲しさと世界が淡々と進む対比みたいなものもこのアジョシがあることで表現されているように思いますね。では曲を聴いてみてください。キム・ヨヌさんの別れのタクシーをカバーしました。はい、いかがでしたでしょうか。この曲の2番の出だしの歌詞がですね、와이퍼는 버드득 신경질 내는데と言ってですね、和訳するとワイパーがキュキュキュッと怒るんだけどっていう感じなんですけれども、ここの歌詞がこのポドゥドゥクっていうのが擬音語なんですよね。でワイパーがガラスに強く当たりすぎてるっていうか、この圧が強すぎると動く時にガガガって引っかかりながら動くことがあるじゃないですか。であの時の音を韓国語ではポデデクという風に表現するそうなんですよ。であとですね、ふわふわの雪を踏みしめた時に足が沈む時の音もポデデクって表現するみたいなんですね。で想像してみたら確かにポテトって言うなと思って、なんか日本語の擬音語ってキーキーとかガーガーとか繰り返すリズムのことが多いんですけれども、ポテトっていうのがリズミカルですよね。韓国語ってやっぱリズミカルだなと思った言葉でした。で私はここをキュキュキュッというような和訳にしたんですけれども、このねポテトクっていう擬音語を日本語でなんて言うかなっていうのですごい悩みましたね。でこの曲も男女問わずいろんな歌手の方にカバーされているんですけれども、先週カバーした曲の歌手ジョンインさんが覆面歌王に出演された時にこの曲を歌っていたんですね。しかもね、確かその時の歌王がキム・ヨヌさんの連覇中だったと思うんですよ。でジョニーさんはやはり歌い始めてすぐに正体がもうバレちゃっていたんですけれども、この時のジョニーさんのカバーを聞いて、別れのタクシーは女性の声で歌っても綺麗な曲だなというふうに思ったのでね、今回カバーいたしました。今日同じ時間に YouTube に歌ってみた動画が上がります。 YouTube の方は韓国語歌詞の下に日本語歌詞を表示するように編集しておりますので、歌詞を見ながら聞いてみたい方はぜひこちらもよろしくお願いします。概要欄の質問箱からメッセージや質問、リクエストなどぜひ気軽に送ってください。日本語でも韓国語でも大丈夫です。ではまた次の放送でお会いしましょう。さようなら。